こうやると動き始めます。コンプレッサーの音ね、このぐらいなの。わかる？聞こえる？9時、一応計算上では理論値は9時間動くよという。菊新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日配線をやっていきます。さあ、バッテリーまでたどり着けるかな。配線図を見て、まずコンデンサーから電動ファンだね。電動ファンからコンプレッサーに配線をつなぐと。よいしょ、これだね。これをパッチッと防水したいよね。あと抜け防止。はい、配線ね、ここちょっと結構余ってるので、こうくるくるまとめました。まあ最後だね。また足りなくなるかもしれないし、場所移動をまたしなきゃいけなくなる可能性もあるので、はい。でこれがここにつながる。これがどうだね、爪側。ここのそっちの緑をつなぎましょうということになってるんだね。はい、そんでね、悩むのはエアコンのメイン電源をどこにつけるか。スイッチね、エアコンをオンにするスイッチをどこにつけるかなんですが、ここら辺につけてもいいんだけど、これ使ってね。なんだけど、それだと後ろで車中泊してる時にできないですね。あ、いけるか。あ、ここでオンにすればいいか。でも、後ろにつけると、運転してて使いづらいよね。ここに持ってくるか。スイッチ。これさ、常時電源もう使わないから、このスイッチをエアコンのスイッチにそのまま入れ替えてもいいかもしれないね。これでね、バッテリーのオンオフを制御していきます。配線をね、なるべく隠したいんだ。まずこの赤が、コンプレッサーじゃないや、エバポレーター、室内機のメイン配電源になりますね。で、次、こっちがコンプレッサーへの信号線になります。信号線は押す。こっちがリレーに、こうだね。次は、このリレーにつながる配線を作ります。これは両方ともこの端子だね。でこれがリレーで、こっち側をリレーのコントロールする線にします。オンオフだけだからね、リレーで使うのね。電気はほぼ食わないだろうということで、メインから取る、サブから取る。悩む。とりあえずリレー動かすだけだから、こっから取っていこうかと思います。リレーをどこにつけるかだな。こっち側ヒーター配管入るので、こっち側にします。いや、こうスペースちょっと余ってて無駄だから。いろいろハヤネスを通す穴を開けましょう。バッテリーからの太い配線がね、通るところです。よしと、開いた。こんなゴムのこの隙間に入れるやつ買ってきたの。配線がね、傷つかないように、あとこの触れてね、ショートしないようにここにゴムのリングを挟みました。あ、そうそう。今日ね、このゆるキャンのシャツを着ています。ゆるキャンのキャンペーンがね、始まります。11月1日から。これバッグ。これ普通のバッグ。これね、なんかかわいいよね。780円。安い。580円。安い。ゆるキャンファンの人。なんだっけこれ。ちくわ。ちくわです。はーい。T シャツもね、もらったの。これからの時期に使えそうな長 T ね。これバイクデザインと、
これがちくわデザイン。これは何だろう。キャンプのデザインね。それから僕が着てるこのデザインと、シャツの方もね、1280円ということで、ちょっとお買い得になっております。11月1日からね、発売になっておりますので、よければワークマンさんに足を運んでみてください。よいしょ。いただき物。前にね、その東京にワークマンのイベントに行った時に、ゆるキャンのキャンペーン始まるけど、ということで、応援していただけますかって言うから、あ、いいよって言ってね、毎日ワークマンを着てるんだけど、キャンピングカーバケーションの方もね、スポンサーしていただいたりとかしていたので、感謝しています。ありがとうございます。これがバッテリーへつながるメインのハーネスになっています。巨大な 120A のついてるね。結構この配線だけでもさ、買うと高いんだよね、今ね。どうすんだ。1本こっちの黒い方がコンプレッサーで赤い方がリレーに入る。よいしょ。ですね。寒い。そしたらこちらリレーですね。リレーっていうのはスイッチの役目です。大きい電流が流れる時にスイッチの役目として使います。こことここに太いケーブルがあって、そこにちっちゃいスイッチ入れるとそこ焼き切れるので、電気信号を入れてそこの中でカッチンカッチンって動くようにします。スイッチをつけて、スイッチで外からやることでこの中のものが動いて、ここの大きい電気たちが繋がったり離れたりするような、そんなシステムです。電流が流れるんで。OK。これでリレーが完成。これはあとフロントダッシュボードのスイッチにつなぎます。で、これがコンプレッサーの信号線をこの青につなぐって書いてますね。うわぁ、反対側になっちゃった。バッテリーモニターをつけたいと思います。レノジーのやつだね。はい。まあ、他のキャンピングカーにもつけてるから、特に悩みはないんですが、配線だけね、ちょっとやっておきたいと思います。木製だったら穴を開けるんだけど、ちょっと取り付けしづらいな。ここでいいか。ダメだ、これ。はい。ここでもいいんだね。一旦、今回のところはここにつけときます。曲がってる？大丈夫だ。はい。じゃあ、配線チューブね。これで、できた配線を隠していきます。これ苦手なんだよね。これどうやったらうまくこう入れれるんだろうね。はい。そしたら電流系のね、バッテリー残量系の配線を作ります。ここだね。これはこの配線をつなぐことで電気の流れをね残量を見るものです。よし、これをマイナスにつないでこれをプラスにつなげばエアコンは動くはず。うわー、長かったね。やっとこさできました。はい、とりあえず準備できたのでガスを入れに行ってこようと思います。もう組んでんだ3本ぐらいいるんですか？はい、これが動いてる。で、これがチュルルルルルって言ってます。もっと爆音かと思ったけど、そうでもないです。そうだね。どうだ？
かなり冷たいような。はい、おはようございます。次の日になりました。昨日ね、無事にエアコンが動きましたので、細かいところを設定して、完了にしたいと思います。まずバッテリーメーターだね。はい、今回ね、このレノジーのバッテリーメーターを購入しましたと。OK ボタンを押して説明に入ります。はい。今ね、充電して満タンにしたので、満タン 345Ah になりましたね。結構な量だよね。後ろのメインと合わせると400あるからね。400。じゃあ、改めてエアコンを使ってみたい、クーラー使ってみたいと思います。使い方はメインスイッチをオンにして、これだと動かないんですよ。こっちのテンプっていうところね、多分これ温度なんだと思う。オートエアコンなのかな。オートクーラーで、こうやると動き始めます。で、今日は気温がそんなに高くないから、これマックスにします。とね、コンプレッサーが動き始めました。風の音がしてるからだけど、ちょっと風弱めてみようか。1ぐらいにしとこうか。コンプレッサーの音ね、このぐらいなの。わかる？聞こえる？冷蔵庫ぐらい。まあ当たり前か。冷蔵庫もそうだよね。コンプレッサー。冷蔵庫より、走ってればね、全然わかんない。まあこれ、ワーゲン車がうるさいからなんだけど、走ってたら全然わかんないですよ。気がつかないぐらい結構予想より静かで、振動も全然ない。ただなんか、だいぶ結露するらしくて、熱くなってきたね。ちょっと冷たくなって、高圧と低圧でさ、でなんかここは結露するらしいから、あれだね、ちょうどここにさ、電気のものがあるんだよね。ここにこう当たらないように何かしとくといいかもしれないな。まあ現在気温がそれ多分ね、今20度、2、3度ぐらいかな。めっちゃ冷たい風出てる。で、昨日その真空引きもしてもらって漏れもないよっていうことだったので、そこは安心ですね。はい。使用電力は今だいたい500、まあちょうど500ワット。まあだいたいそのぐらいの電力だと思います。一応計算上では理論値は9時間動くよという計算になります。いや、いいね。やればできるもんだね。で、ここを仕切るカーテンをつければ、多分この中をもっと冷え冷え空間にできるし、こっち開けてあげれば、サーキュレーターとかつけて、どうしても前の方の風だよね。流れとしては上向きだから、こう流れてくる感じだから、何かこうサーキュレーターで後ろの方までこう循環していくシステムを作れば、後ろの人も冷え冷えでいいかなと思います。ただこれで暑い日もね、もう全然快適に走れますよ。もう暑い日ないと思うけどさ。です長かったね。この企画。エアコンつけるだけ。まだヒーターついてないしね。で、このエアコンの電源システム。このバッテリーにエンジンから電気を引っ張ります。太陽光を引っ張ります。いろいろこれからやっていきます。それから電装品を作っていきます。ね、引き続きやっていきたいと思います。皆さんから配線のちょっと処理とか、この通すところとか、もう少し工夫した方がいいんじゃないのなんてご意見もらってるんですけども、もうちょっとやります。もうちょっとやってから、全部配線が通し終わってから、配線果たして通るかどうかもわかんないからね。配線を果たし終わったら、処理していきたいなと思っております。はい、皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。